中年オタッキーです。梅雨真っ只中となっておりますね。もう雨ばっかりで全然写真撮れてないんですけども、とりあえず今のところはまだネタがあるので、紹介していこうと思います。今日はね、このカメラで写真撮ってみました。はい。ニコン FA ですね。とうとうニコン FA が来ました。ライラ様から提供いただいた、前回の動画のコンタックスもライラ様から提供いただいたカメラになります。ちょっとね、連続して、紹介していこうと思います。ニコン FA、ニコンファンの皆さん、こんにちはって感じなんですけども、どんなカメラだったのか紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回紹介するこのニコン FA なんですけども、1983年9月に発売になったということで、この9月でもう40周年になっちゃうんですね。時間が経つのは早いです。オタッキーの先輩もね、このカメラ使っている人いました。非常に羨ましく当時は思っていましたね。で、スペックなんですけど、これがすごいんですね。シャッター速度は8秒から4000分の1秒。もちろんバルブもあります。で、電子式が、ほとんどなんですけども、バルブと250分の1は機械式で、縦走り金属膜のフォーカルプレーンシャッターを採用しています。で、速攻方式がすごくて、マルチパターン速攻なんですね。これが世界初5分割マルチパターン速攻ということで、キヤノンでいうところの評価速攻というやつになります。かなり先進的なカメラだったんですね。SPD 受光措置を採用しています。で、AE なんですけども、3モードか。3モード AE、プログラム AE、シャッタースピード優先 AE、絞り優先 AE、で、マニュアルということで撮影できるようになっています。視野率、ファインダー視野率は 93%、倍率は 0.8 倍、AIS レンズで、全部の機能が使えます。で、AI レンズは一部プログラムを除き使用不可となっておりますね。で、非 AI レンズは、完全に使用不可となっております。これはちゃんと理由がありまして、よいしょ。はい、レンズを外したところにあるこのね、AI 連動ビン。これがニコン FA は固定式になっておりまして、非 AI レンズを装着すると壊れてしまいます。そんなわけで非 AI レンズは装着できません。ちょうどここにニコン F3 があります。ニコン F3 はね、この AI 連動爪がボタンを押すことによってね、倒れるようになってるんですね。で、非 AI レンズを装着するときには、この AI 連動爪を倒して装着するように設計されていますが、FA はそこまで親切には作ってないです。で、第1回カメラグランプリを受賞したカメラになっておりまして、受賞記念のね、金色のモデル、ゴールド FA あるんですけども、発売当時の価格が50万円だったということで、現在もプレミア価格、現在の流通価格20万円前後ぐらいになっている模様ですね。で、この FA なんですけども、先ほど出てきたニコン F3 ありましたけどね、ほぼデザインは同じなんですね。ニコン F3 はジウジアーロがデザインしたということが有名ですが、FA のデザインにジウジアーロが携わったという話はちょっとオタキは今んとこ聞いたことがないです。もしかしたらジウジアーロがやってるかもしれないですけどね。日本のデザイナーがもしかしたら真似をしてデザインしたのかもしれませんが、結構見た目はそっくりです。ただね、やっぱ質感は F3 にはかないません。プラスチッキーな部分がたくさんありまして、特に巻き上げ音ですね。ちょっとシャッター速度押すことだけ。このギリギリギリって音ですね。それに比べると F3 は、よっと。こっちだ。非常に滑らかなんですね。この辺はやっぱりね、お値段の違いというところでしょうか。で、今回はね、このニコン FA に、コダックビジョン3、
250D、今、オタッキーが販売しているカラーネガフィルムなんですけど、それを装填しまして、これまたいただき物、AIS ニッコール 35mmF2.8、このレンズでね、バシバシスナップ撮ってきました。で、今回の特徴なんですけども、現像時間がちょっと変わっているくらい、現像液の温度ですね。ちょっと前にもやりましたが、現像液の温度をね、26度。つまり、常温現像をやったんですね。で、今回は C41 現像液を使いました。C41 現像液の方が ECN2 現像液よりも感度が高めに出るという、話を聞いておりましたので、ISO400 に設定。ほとんどがプログラムオートで撮影してきております。まあ、プログラムオートね、これ瞬間絞り込み速攻式ということで、かなり速攻も正確。で、5分割分割速攻ということで、とにかく露出にはこだわりまくったこの FA で、コダックビジョン 3-250D で撮影してきた作例、ここから紹介していこうと思います。それでは作例です。はい、作例ですけどね、まあ、プログラムオートで撮ったということで、ピントさえ合ってれば誰でもこの写真は撮れるぞということになります。まあ、コダックビジョン 3-250D を C41 現像で、常温現像、26度16分30秒で現像したんですけどもね、いい感じの色になっております。これ光の境界線がある難しい光の状態ですが、見事に、露出を決めておりますね。ニコン FA なかなかだと思います。まあもちろんこのカラーネガフィルムビジョン3なんですけども、ラチチュードが広いフィルムになっておりますので、露出にはそこまでこだわらなくてもいいんですけどね、ここもね、光の境界線になっておりますが、ちゃんと綺麗に切り取っておりますね。まあ、35mm レンズのね、解像度もなかなかで、スナップシューターとしては非常にいいと思います。このレンズ結構やっぱね、被写界深度は浅めだと思いますね。結構構成としてはちょっとわからないんですけども、ご覧のように 35mm レンズでもここまで背景がボケます。以前ね、タクマの 35mm で、撮ったんですけど、そのタクマよりは、ちょっと被写界深度は深めかな。タクマの方が被写界深度やや浅いような感じでした。こんなわけでほとんど AE で撮ったんですけどもね、電車のやつだけ2000分の1で切ったんですよね。2000分の1で見事に電車を、ストップさせている写真を、撮っておりましたが、まあこんな感じで、ニコン FA でちょっと遊んできたんですけどもね、とにかくね、露出が正確なのには驚きましたね。これ1983年のカメラということで、もう40年も前のカメラになるんですけども、40年前でこのマルチパターン速攻でね、瞬間絞り込み速攻を利用しまして、プログラムオートでしっかり露出を決めてたと。これ一遍リバーサル使ってみたい気もしますね。リバーサル、現在のところ一応マリックスの100リバーサル2本用意しておりますが、どのカメラで撮るかちょっと悩んでおりますが、色目的にはニコンのレンズはどうなんだろうなという気もしますけどね。そんなわけでね、今日はニコン FA の紹介でした。ちなみにこのニコン FA の相場なんですけども、まあ大体バリ品だとね、ボディだけで2万円はいくみたいです。で、電源が入らない、シャッターが切れないというものでも、5000円ぐらいしてます。これはね、このグリップが影響してるんですね。まあこれキャノン A1 とかでもそうなんですけどね、グリップが取り外し式になってるんですよ。このネジを回してね、よいしょよいしょ。キャノン A1 はね、電池を交換するときにはグリップ絶対外さなきゃいけないんですけど、ニコン FA は外すことないと思うんですけどね。ただグリップが追加されてるだけです。なんでなくすんだろうね。ちょっと不思議ですが、まあ緩んで落としちゃったとかいうのもあるんでしょうけど、掃除してる時に外して落としたとか、そういうのもあるんでしょうかね。そんなわけでね、そのグリップをなくした人がジャンクを買い漁るということもあって、動かないやつでもそこそこの値段がついております。このカメラね、おそらくは僕ぐらいの年代の人がね、愛用してる人は多いと思うんですけども、まあ F3 は買えないぞと。で、FA を買った。で、今になってもう一回 FA を使いたいっていう人が結構たくさんいるんでしょうね。で、電子カメラということもありまして、もう40年経っておりますので、故障はもうね、いつ故障してもおかしくない。当たり前という状況になっておりますので、ちゃんと動く個体が少なくなっ
っているのも、価格高騰の原因の一つにはなってるんだと思いますが、今のうちしか楽しめない、電子カメラとしてね、もう壊れていく存在でありますので、今のうちしか楽しめないことを考えると、欲しい方は早めに購入してね、楽しむのがいいんじゃないかと思います。電子カメラはどうしても消えゆく存在になっております。私もね、消える前にこのニコン FM もっと楽しんでいこうかと思っております。はい、今日のね、カメラ紹介はこんな感じになっていくんですけど、実はね、このニコン FA ね、機能が多すぎて全然紹介しきれてないです。そんなわけでもっとね、このニコン FA のことを掘り下げたい方は、ニコン FA サンライズフォトだったかなで検索しますと詳しく書いてあるページがありますので、そちらを参考にしていただければと思います。ちょっとね、覚えきれないです。機能が多すぎてね、ちょっと覚えきれないんで、その辺で。あと、露出補正なんですけどもね、3分の1ステップでプラスマイナス2、2段、で、ISO のフィルム感度が12から3200となっておりますので、まあ、大抵のフィルムで、対応可能なカメラなんだと思います。自動はね、AF はないんですが、他の自動のね、機能は非常に優れておりますので、まあ、カメラ初心者の方もね、プログラムでバンバン撮れるんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで今日のカメラ紹介はここまで。ここからはいつもの視聴者様の作品投稿のコーナーにやってまいります。はい、作品投稿のコーナー。前回のね、作品投稿のコーナーで、投稿が尽きているという紹介をしましたが、ドカーンと来ております。すいません、これ難しいですね。どうしてもタイムラグも発生しますしね、動画をリリースするまでに3名ぐらい投稿が来てたんですけど、動画を見てドカーンと来てるので、ちょっと待ちが発生しております。申し訳ありません。今日のトップバッターは、親父猫さんですね。中年オタッキーさん、視聴者の皆さんこんにちは。先日は投稿写真の紹介ありがとうございました。素晴らしい作品が並ぶ中、タイトルに選んでいただいてとても光栄に思っております。さて、投稿写真が枯渇しているということで頑張って投稿します。というか、頑張ってはないかも。6月16日から晴天が続いたので、次々に写真が撮り上がったので、その中からの投稿です。6月上旬に友人に誘われて埼玉県大宮市に行ってきました。その時に撮った写真から2枚投稿します。組写真でタイトルは、レイボックホール。かつては大宮市民会館という地味な感じでしたが、政令指定都市の再開発ということで近代的な建築物に生まれ変わったそうなん知らんけど、カメラミノルタ XE、MC ロックコール PG50mm F1.4、コダックゴールド200、それではオタッキーさん、体調管理には十分気をつけていただいて、これからも楽しい動画配信よろしくお願いします。親父猫は全力で応援しますということでありがとうございます。で作品なんですけども、これ生めかしい写り。なかなかね、これだけの発色、カラーネガでね、ミノルタのレンズだなーっていうのがよくわかります。光にも強い感じですね。2枚目が特に秀逸で、光の境界線をうまく使って立体感を演出しておりますね。まあ、ただの建物なんですけどもね、まあ、有名な建物というか、シンボル的な建物になるのかな。かなり、レイボックホールという建物、なかなかいい感じに映っていると思います。親父猫さん投稿ありがとうございます。次はチムニーさんの投稿ですね。お疲れ様です。こんばんは、チムニーです。作品投稿のコーナーへお願いします。前に投稿したツーリングの時に撮影した写真になります。鳥取砂丘で撮影したんですが、風が強くカメラとレンズが砂まみれになりました。最悪です。カメラニコン FM3A を砂まみれにしたんだ。レンズ AI ニコール 45mm F2.8P、フィルム富士100、タイトルは砂ということで、それではよろしくお願いしますという作品なんですけどもね、まあ砂ってそのまんまなんですけどもね、これはね、なんか砂漠を人が行き来しているようにもちょっと見えますが、鳥取砂丘です。まあ観光地なんでね、人はたくさんいるんですけどもね、まあこれは、人の顔は映り込んでいないということでセーフ。まあ景色の中に人がいる写真になっております。このような写真ね、どんどん紹介していきます。今のところ YouTube さんから何も来ておりません。問題が発生しましたら、方向を変えようと思っていますが、一応裁判の判例でね、裁判の判例で景色の中に人が映っているのは肖像権の侵害にはならないという、判例が出ておりますので、おたきはその判例に従って写真を紹介していこうと思っています。はい、ちょっと関係ない話になりましたが、チムニーさん投稿ありがとうございます。次はね、えのもさんの投稿ですね。
作品投稿へのコーナーへ投稿します。榎本と申します。この春、リバーサルフィルムに手を出すラストチャンスかと思い、奮発してベルビア100を購入。少しずつ取りためと現像がようやく上がりましたので、記念に投稿させていただきます。カメラはジャンクで購入しましたが、お気に入りのオリンパス OM1 です。1枚目のタイトルは4月。2枚目のタイトルは5月。案の定、先日のリバーサルフィルムの値上げでリピートはできなそうですが、良い経験になりました。それではよろしくお願いします。ということですね。1枚目からいきますが、4月ということで、もう言うまでもないっていう写真なんですけどもね、これ素晴らしい桜並木になっておりますね。親子が歩いている様もなかなかです。おタッキーならちょっとトリミングするかな。で、2枚目はね、この5月ということで、これのは鯉のぼりなんですね。鯉のぼりの手前のベンチに誰もいないのがちょっとね、違和感というかね、っていう感じなんですけど、それがまたいい感じですね。リバーサルフィルムの発色の良さ、存分に楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。榎本さん投稿ありがとうございます。で、次は誠さんの投稿です。こんばんは、誠です。いつもお疲れ様です。動画で紹介する投稿が尽きているとのことでしたので、つい先日フィルムで撮影してきたので投稿させてもらいます。タイトルは、老兵でお願いします。名鉄電車の旧岐阜市内線を走っていた古い車両が保存されているところで撮影してきました。カメラはヤシカエレクトロ 35GS。レンズはカラーヤシノ DX45mmF1.7。フィルムは富士カラー100です。さすがは富岡レンズ50年以上前のカメラとは思えない写りをします。それではよろしくお願いします。ということで作品なんですけど、これがすごい。この写り、ヤシカエレクトロも富岡レンズなんですけどもね、もうこの2枚目もそうですが、これ富士カラー100ですよ。ちょっと絶句という写真なんですけども、もう今回も力作揃いなんですけどね、ちょっと今回は変わったタイトル画面にしようと思います。この誠さんの3枚組写真、3枚ともを使ってタイトル画面にしてみようと思います。できるかなと思ってるんですが、やってみようと思います。そんなわけでね、たくさんね、もう投稿いただいてちょっとお待ちいただくの心苦しくはありますが、ちょっとお待ちいただくことになっております。またね、いい作品投稿してね、タイトル画面に漏れてしまった方、本当にごめんなさい。もうとにかくレベルが高いんで、困っているというか、レベルが高くて困るっていうのは変な話なんですけどね。今日の作品投稿のコーナーはここまで。で、俺のカメラはちょっとございませんのでお休みです。やったやっちまったコーナー来ておりますので紹介します。はい、やったやっちまったコーナー。今日はね、北野隆さんの、これやったですね。おたきさんこんばんは。やったやっちまったに投稿です。やったです。カメラはこの前ライブの時にコメントをした980円で購入したペンタックススーパー A です。通電シャッター切れるのは確認済み。ミラーショックのモルトを張り替えてシャッタースピードの確認をしました。と言っても確認の仕方はオーバーホール済みで購入したペンタックス P30T と並べて同じシャッタースピードで同時にシャッターボタンを押すアナログ方式です。低速はずれなく切れている感じ、高速もほぼ合ってる感じなんですが、とりあえずは試写してみます。ファインダーはちょいゴミありですが問題ない範囲。スーパー A が動画に出てくるたびに羨ましく見ていましたが、前回のオリンパス SP に続き今回も大変ラッキーでした。写真スーパー A と一緒に写っているのは ME と P30T ですということですね。で、作品なんですけど、スーパー A が980円。確かね、ファインダーはね、スクリーンがね、下から外れ、レンズマウントの方から外れると思うんでね、そちらから清掃してみてはいかがでしょうか。980円の値札がね、誇らしげに貼っておりますね。他のペンタックスと並んで撮っておりますが、P30T っていうのはおたき持ってないですね、どうやら。おたきもね、ちょっと使ってみたいカメラにはなりますが、K マウントの母艦としてもいいんじゃないでしょうかね。そんなわけでね、おめでとうございますということで、おたきもね、ペンタックススーパー A2 台持っておりまして、結構ね、2台で同じレンズ2本あるので、取り比べとかに使っておりますけどね、楽しく撮影できていいカメラです。コンパクトですしね。そんなわけでね、今日の動画は終わっていきます。いかがだったでしょうか。でね、今
今回も自宅から撮影してるんですよ。結局家に帰ってくるんでね、家で撮影することが多くなるということですね。で、家で撮影するときはこの200円で買ったね、ソニーの α-NEX6 で撮影してるんですけども、これね、内蔵マイクの音がいまいち良くないのと、外部マイクの接続が不可ということで、もうこの音で撮るしかないんですね。家にね、EOS Kiss M を持って帰ってくるか、ちょっと悩んでいます。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。いつも言っておりますがね、高評価、コメントよろしくお願いします。高評価はね、ポチッと押すだけなんで、今すぐポチッとよろしくです。コメントはたくさんコメントいただいております。返信がちょっと遅れておりますが、コメント全部ね、返信をつけていく予定でおりますので、何か感じたこととかありましたら、ぜひぜひコメントお願いします。で、チャンネル登録なんですけどね、通常通り、毎月ね、だいたい70名ずつぐらい増えていってるんですけども、70名前後増えていっているようです。1万名のね、チャンネル登録1万名目指して頑張っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録して応援してください。で、フィルム販売の方ね、コダック WX、コダックビジョン3ともそこそこに売れ続けております。特にビジョン3はね、カラーネガとしては破格の970円。まあもちろん現像は自家現像もしくはオタッキーに依頼という2択になっていくんですけども、この点さえ注意していただければね、970円で高級なカラーネガフィルム、映画用のカラーネガフィルムめちゃくちゃいいフィルムなんでね、気になった方はぜひ、オタッキーの中年オタッキー3の DM から注文いただくか、まあちょっと割高になりますが、ヤフオクとメルカリでも販売しておりますので、ぜひご利用くださっていただければと思います。はい、そんなわけで今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。俺のカメラのコーナーと、やっちまったコーナー、投稿切れておりますので、投稿よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、ごきげんよう。さよなら。